ご主人様、ただいま戻りました。どうかなさいましたか？はい。物資の流れについてですが、すでに座に所属する商人たちが城中への物資搬入に免従腹配の姿勢をとっているようです。物資搬入に免従腹配ってどういうことです？米、武器弾薬、味噌や塩などの調味料、油などの物資に至るまで必要とされる半分ほどしか供出せず、それも質の悪いものしか収めていないとのこと。供出？お召し上げなのです？その通りです。どうも越後の青曽を一手に取り扱う青曽座を無理やり抑えようとしたようで、そのまま青曽座は三草様の勢力圏である魚津に逃げ延びたそうです。それで他の座もそっぽ向いちゃったの？その通りです。商人の情報網は自分たちとは比べ物になりませんから。で、お金がなくて野生も物資も召し上げです？おバカな連中なのです。どこかで同じことあったです？将は些細なことにも荒ぶり、おかげで兵や民の間には不安が広がっています。今日だけで切り捨てを2件、些細なことで引き立てられるものを3件見ました。そんなに。コナミもそれを見て我慢したですか？その者たちを排除するのは簡単ですが、末端を潰しても意味がありません。それにここで騒ぎを起こすのはご主人様の意に背くことになりますから。やっぱりコナミはすごいのです。当たり前のことをしているだけです。ご主人様の明日のご予定は？承知しました。ありがとうございます。あやなのやりなさい。ニールですよ。健介、起こしちゃったの？
なんだかね。昔のこと考えてたの。うん。独立しちゃった葵ちゃんのこととか、東の北条のお姉ちゃんのこととか、信虎おばさんのこととか。お母さんがいなくなって、でも駿河を守らなきゃって思って、そのことだけを考えてたけど、気がついたらみんなマリのそばからいなくなってたの。マリ、おかしいの？あのね、アヤナの目、マリから離れていったみんなと同じだったの。ケンスケがいてくれたからアヤナとも仲直りできたけど、ケンスケがいなかったらアヤナもマリから離れていっちゃった気がするの。どこで間違ったのかなとか、どうしてダメだったのかなってずーっと考えてもわかんないから、マリがおかしいのかなって思ったの。うん。うん。本当？今はアヤナの気持ちだってわかるの。ケイスケのやりたいことがなかったら、きっとマリもアヤナと同じことをしてたと思うから。だから、アヤナのしたことは間違ってるけど、間違ってないの。駿河にいた頃のマリは、それがわかんなかったのかな。うん。まだ全部はわかんないけど、ちょっとずつわかってきてる気がするの。一緒に。ケンスケにもあるの？そんなこと。
あのね、ケンスケにね、聞いてもらえてよかったの。ずっとマリの中でモヤモヤしてたことがふって消えちゃったの。これってケンスケとたくさんお話ししたから？そうなの。さっきからちょっと寒いの。ケンスケのお布団あったかいの。今日はこういう気分なの。ダメ？おやすみなさい。おはようなの。ケンスケ起きるの。もう朝なの。お寝坊ですよ、ケンスケ様。おはようなの、ケンスケ。おはようございます、ケンスケ様。お寝坊してる暇はないですよ。昨日のあの子みたいな子を出さないようにするには、アヤナたちがしっかり情報を集めるしかないのです。そうなの。マリもたくさん頑張るの。アヤナが起きた時は周りを見てくるって置き手紙だけがあったです。そうだ、ケンスケ様。アヤナ、今日の芸は新しいことを考えたのです。今日はですね、これを使うですよ。でも大評判だった槍の演舞とお猿を組み合わせた画期的な。マリ見てみたいの。ほら、マリ様も賛成なのです。賛成の人。はーい。じゃあ来ていいですか？任せるです。大評判にしてみせるですよ。疲れたです。お疲れ様です、アヤナ様。ケンスケ様、カヨみたいなこと言うのです。カヨ、元気にしてるですかね。寂し
くなんかないですけど、こんなに会わないのってなんだか変な気持ちです。マリはみんなに会えるの楽しみなの。明日はみんなのお土産買いたいの。ダメなの？やったのです。そうですね。春日山の町の人たちも早く元の生活に戻してあげたいのです。みんな自分のことも大変なはずなのに、マリたちのことたくさん心配してくれたの。そのようなことが。はい、ミク様への期待や春影様への不満は多く聞きましたが、それはマリ様やアヤナ様がいたからこその声だったのでしょうね。だからね、今度はマリたちがミクが帰れるお手伝いをするの。足軽の人たちもミク様とは絶対戦いたくないって言ってたですよ。越後の竜に対して自分たちを指揮するのは、よく言えばお人よし、悪く言えば無能な春影様ですからね。そういう話が出てくるのはむしろ必然でしょう。申し訳ございません。はい、昨日の調査の時点では城内に備蓄米は少なく、武器、玉薬も十分とは到底言えないとのことでした。よく謀反が成功したの。謀反の功のすべてはミク様のご一門長尾正景殿に帰するものですね。切れ者と噂の方です。実際彬子様の守る春日山城を2000の兵で占拠、その後調略に力を入れて春影様の勢力を5000近くにまで膨らませたというのですから。彬子様の定時連絡では8000を集めたところで孤衆は打ち切ったとのこと。何でもミク様が一番指揮しやすい兵数が8000らしく、それ以上は不要とのことでした。300くらいなの。でも戦は兵数じゃなくて士気なのです。だから負けないと思うですよ。
事前の諜報活動としては十分かと。あとはコロ殿が城内の諸将の様子を調べてくださっていればほぼ完璧。予備校ですね。予備校？見回り役が仲間を呼ぶために使うものですが。なんかこっちに来てる気がするの。です。どういうことです？明日の朝じゃないの？もしかしてコロが…お頭！しくじっちゃいました！ダメだよ、健介は真ん中。あと、あやな、健介をお願いなの。こういう時はあやなが後ろで。今日はマリにしんがりを任せてほしいの。健介様、あやな、どうしたらいいですか？あやなはお任せしたいって思うです。マリ様の目がそう言ってるですよ。大丈夫なの。健介様、お早く。そうです。わかったの。任せてなの。このまま突っ切ります。お頭、我々も。健介たちは先に行くの。マリ、あんな奴らに負けないの。いいんですか、健介様？約束なの。マリ、ちゃんと帰るの。ダメなの。みんなはここから先には一歩も進めないの。マリー、本当はすっごく怒ってるの。あの女の子を切り捨てたこと。あの時は圭介のやりたいことがダメになっちゃうからしなかったけど、今は圭介のやりたいことを守るためだから遠慮なんかしてあげないの。絶対に許さないの。行くよ、
健介様。先ほど終わりました。今はしのちゃんたちが検討に入っていますが、まだお休みにならないのですか、健介様。すみません、私のせいで。マリちゃん、大丈夫でしょうか。あやなちゃんはもう寝てしまいました。こなみちゃんはマリちゃんを探しに。健介様。そう言いながら、私がいなくなったらマリちゃんを探しに出るつもりじゃなかったんですか。圭介様。健介様もマリちゃんも心配ですから、私も今夜はここにいます。はい。起こしちゃったの？ごめんね、ケンスケ。もっと静かに鳴らせばよかったの。大丈夫なの。ごめんなさい。マリちゃん、おかえりなさい。コロもただいまなの。真っ暗だったから道に迷っちゃったの。こなみちゃんのお守り袋も落としちゃって困ってたんだけど、こなみちゃんが探しに来てくれてなんとか帰れたの。いえ、マリ様が無事で何よりでした。
何とかしたのですが、お休みのご様子でしたので。それよりね、ケンスケ。マリ、あの女の子の仇、ちゃんと取ったんだよ。マリ様なのです。アヤナなの、ただいまなの。マリ様がまだ帰ってないみたいだったから見に来たのです。まだ帰ってなかったら神様にお祈りしようかと思ったですが。そうだ、ケンスケ。あのね、ケンスケもここの神様にお祈りしてほしいの。あの子がもう痛くなくて綺麗なところに行けるように。あの子がくれたお金だから、あの子のために使うのが一番なの。アヤナもお祈りするです。私も。自分もよろしいでしょうか。宇佐様、城下町の方で何やら騒ぎがあったとかご存知ですか？おう、聞いておるぞ。どうやら城内にも密偵らしきものが入っておったらしいの。しかも長野殿の印情を持って侵入したらしい。手の込んだことですね。ということは？御大将が動いておるのは間違いなかろう。しかし決せんのじゃ。というと？兵の身体は天才的じゃが、直情的なあの御大将が密偵なんぞに頼るだろうかとな。変ですよね、確かに。じゃろう。おそらくはアキコが補佐しておるのじゃろうが、キャツにしては妙に手が込んでおる。おそばに新たなものをお招きになったのでしょうか。かもしれんが、あの御大将についていけるものなどそうはおらんと思うがの。確かに。じゃがまあ、御大将が動き出したのであれば、こちらもそろそろ準備せんといかんじゃろう。貞子よ、クー様とアイナの2人は任せるぞい。かしこまりました。して宇佐様は？わしはしばしけんじゃな。城内の動きよりも城外の動きの方が気になるからの。城外ですか？神付が欲しゅうてよだれを垂らしておる飢えた獅子が波打ち際におるじゃろ。三郎様の周辺はどうじゃ？ご本人様が中立を謳っておりますから、今のところ静かではありますが、手だれの忍びがつなぎを取っているかもしれませんね。風魔か。奴らがちょっかいを出してくると厄介じゃな。対処いたしますか？実家がどうであれ、三郎様も越後にとっては大切なお子じゃ。あまり疑いの眼は向けたくない。素直で心根の優しい方ですからね。わしら年寄りがやらなければならんのは、年若の娘っ子がくだらん清掃で悲しまんことじゃろ。承知。では私はクー様たちと共に三郎様の護衛にもつきましょう。宇佐様はどうかご無事で。貴様もな。越後の妖精たちの守護頼むぞい。